最終的に何をするかというと、関西から世界出向スマッシュクルーイエイ。はい、モデレーターのシェアです。 SG8 のコメです。はい、同じく T です。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと今回もですね、こんな感じでテレ撮影にしております。はい、ではですね、今回のテーマ、早速いってみましょうか。うっす。はい、なんか喋ることない？大丈夫？オうっす。ープニングトークだよ。うっす。うっす。うっすしか言わないからもう進めるわ。うっす。T 先生、教えてパックマン解説。イエーイ。お願いします。うっす。はい、うっす。じゃあ今回はね、前回がコメさんのね主力解説ということで、今回は、パックマン使い T さんの、パックマン解説をしていきたいなと思います。まあこれをやらない手はないですよね。僕がいるのでこの動画を見終わる頃にはパックマスターとなっているでしょう。マスター。パックマンマスター、パックマスターで。言いやすいのか言いにくいのか分かんないけどはい、じゃあやっていきますか。これくらいね、はい、参考になる動画にしていただけたらなと思います。はい、ではですね、早速じゃあパックマンの使ったきっかけをまず教えていただけたらなと思います。きっかけ、ちょっとハメ順で話してるんでそちらで言えよ言えよハメ順見てください。言えよ。しかもハメ順言ってた、なんかパックマンの使った理由カットされたんじゃない？言ってた。あ、そうなんだ。されてる。それ聞いたよ多分話。じゃあここで初めて今言おうと思います。お、 OK 初めて聞けるぞ。初めて聞けるよ。いやまあ単純に僕ってキャラ愛じゃなくてね、僕さんと違って性能で選んでるんで、スマブラ X からはスマブラやってて、まあ、本気でやってた、本気っていうかまあ普通にちょくちょくやってた程度で、まあはいはい。一応タイマンとかやってて、まあその頃からワンオンワン面白いなって感じでやってたんですけど、その時使ってたキャラが、まあ、スマブラ X のゼロスーツサムスっていう、ゼロサム使い。もうゼロサム使いだったの。そうそのゼロ X のゼロサムってみんな知ってる？何かある？なんかあー、わかった。アイテムだ。そう最初でこう脱げるからね。そうなんか脱げるやつで、なんか最強のアイテムを最初からあいつ3つ持ってんだよね。まああれが楽しくて、ゼロサムずっと使ってたんだけど、まあ4になってなくなっちゃったでまあなくなってからもしばらく 3DS ゼロサム使ってたんだけど、なんか弱えなってなんか弱くはないな。俺とやりたいことがちょっと合わなくて、なんか違うなっていう。まさかのキャラ選ぶセンスない俺もしかして。いや絶対ゼロサム使ってる時点で多分あるはず。ゼロサムより無理だなって思って、まさかのパックマンに乗り換えちゃったまあなんかガチ部屋で使えるキャラいないかなって思ってて、その中で、まあ、パックマンをね選んだ時に、なんだこのキャラはと最初使ってもう思ったもん、絶対このキャラ面白い、消火栓とかもあるし、鍵とかさ絶対投げたらみんな当たるし、早すぎてね、そうなんか格上に絶対勝れるだろうみたいな、勝てるみたいな、ボレるぞ思ったのがきっかけかな。いろんなキャラを使ってみて、その中でやっぱパックマンが一番あったと。そうでもそのパックマンはスマホでまあ弱かったって見る目がなかったまあその一筋でいっちゃいましたね。まあ確かに4ではそんな目立った、でもね、性能ではない。4の頃はずっとパックマン最強キャラだと思って使ってたんだよねあれ今思うと面白いんだけど実際ただ T パックマンはずっとその前作でも結果を残し続けてきたから、ちょっと勘違いする程度にはちょっと勝ってたから、そうキャラ強えわってまあ今作になったらねもっと強くなっちゃったっていう、それです、そんだけです、はい、なるほどありがとう。私もね初めて聞いた T 君のパックマンを使ったきっかけ、まあアイテムが使いたかったっていうのがある。だから今作最初なんかね Z 落としできなくなって、なんやこれって言って、最初リンク使ってたのよ使ってたリンクT リンクいたんだけど、やっぱりなんか俺はパックマン使いでしたなるほどね。リンク使ったこともあんま知らんかったわ。リンク第2人いたからね第1回スマバトのグランドファイナルリンク出したからもう T リンク2人にしてちょっと勘違いさせてやろうってちょっと計画を練ってたんだけどまあパックマン使いでした。以上です。はい、ではじゃあパックマンの解説始めていきましょうか。何から言っていきますか。
立ち回りから立ち回り。よろしく。なるほど。何の技を主に振るかとか。まあまず言いたいことが一つあります。はい。パックマンの移動手段。空前。空前で移動しろと。空前ですか。最初のうちはね、もう空前で移動しろと。なるほどね。もう横に行くときは全部そう空前に。移動した。これか DA か。これ。最初のもう何も分かんないっていううちはとりあえずこれやってたらもう多分勝てると思う。強えってなる。これほら。強い。強い。まあまあそう、まあ空前はね、まあいろんな使い方あって、まあそれが一つと。であとは、まあ空前でね、これ強いんだけど、まあ相手のね引き行動に対して弱いっていうのがあって、まあ、ね、米さんのねシルクによくやられるんだけど、これやってたらね、なんか空語引き空語されて返されるっていう。はい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 。リーチの長いキャラの。意外とねこれ当てられる引き行動に弱いから、もう DA もね。まだからそんな時はもうね、パックマンの魔法の手から生成される8つの八百万。いや、およろず。八百万の神。パックマンゲーミング8じゃん。8。PG8。もうこの飛び道具を駆使して、まあ最初はね分かんないうちは最後まで鍵まで食べていいと思う。これが一番分かりやすくて、直進で直進でね当たって 19% 与えられる。あと、まあ、フルーツ冷めた後にこれでまあボンなんだこれは。おい、これです。何ですかこれは。消火消火栓です。消火栓ですね。飛ばせます。消火栓のまあ解説しておくと、まあ、15.6% の技、パッカの空語が 14.8 で、まあ空語した後に1回、まあ、なんかあって飛びますよっていう、そんな感じの感じです。これがね、何が強いかって鍵と一緒に飛ばしましょうと。こうやって、まあ、飛び道具にも消火栓はなるんだけど、一番の魅力は壁。ちょっとコマ打ってみて、コマ。終わり。飛び道具から守ってくれると。サムスいるじゃん。サムスの飛び道具は全部横火とかもね全部消してくれるから、マジで壁じゃん。そう、これ基本的に、まあ、この後ろにいたら安全っていう。なるほどね。じゃあ主な立ち回りは、まあ、消火栓置いてその後ろでそうね、フルーツを貯めて、フまあ、フルーツが溜まったって思ったら、まあ、投げるしもいいし、まあ、フルーツ溜まった後にだって攻めていくと、移動方法で。なるほどね。で移動するときは良きとこで鍵を投げて移動してボン。良きパーセントになると次何を考えるかというと、バーストの話なんですけどね。はいはいはい。そのパッカーの横スマッシュ攻撃非常に飛ぶということで、空前でね適当にこづいてで消火栓とね鍵でこづいて、最終的に何をするかというと、横スマッシュ。今なんか右に倒しただろ。ごめん、俺の接待バレた。さすがに死なない。そんな程度ですね、パックマン。まあできることが、ね、いっぱいあって、もう俺以外にもねいろいろあるんだけど、まあ初めてパックマンを触るよって人はこれを試してほしい。俺や。そうそう、米さんに言ってるこれ。上級パックになってくるとね、常に消火栓を置いて消火栓を軸に読み合いするのが強いんだけど、まあ分からなくていいっす。こんな感じでいいっす。強いね。消火栓と一緒にね鍵を飛ばすのがおすすめです。はい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 。まあ、立ち回りはこんな感じかな。まあ、空中攻撃もねいい技揃ってるんで、まあ、使いやすいかなっていう印象かな。強攻撃もね、まあ、素直な性能してるかな。まあ、スマッシュ攻撃も普通と。普通ではない気がする。そっか。まあフルーツ8種類あるんだけど、まあ好きなタイミングで時間によって投げるフルーツが違うっていうことが一つと。最初がチェリー。チェリーはまあ最初なだけあって、まあしょぼいんだけど山なりに飛んで、まあ、こうやってね崖外に投げるとこんな感じでちょっと復帰の邪魔もできたりする。はいはいはい。なんだろうね、空前の展開で適当に、ね、投げてたらちょっとね強いっていう、こんな感じで繋がったりする。
まあ、いちご次いちごはもういちごもチェリーと一緒な感じで、まあ、ちょっと遠くに飛ぶかなって感じ、まあ、だけどちょっとチェリーと違ってちょっと飛ぶせいでコンボにはつながりにくいかなっていう。あとはチェリーで届かなさそうな時にイチゴを投げる。チェリーと使い分ける、こんな感じ。なるほどね。でオレンジはまあ多分みんな知ってると思うけど、こんな感じで当たったら復帰阻止で当たったらやばいフルーツシュッ、あはいはベクトルがもう横なんで当たったらもうこれはひどい目に遭うと。だから基本的に外に投げる感じかな。対地でも適当に投げたら、速くてまあ使いやすいかなっていう。これも空前の展開でね適当に投げるとああってこんな感じ。リンゴは、まあ、バーストの時に使うと、まあ、吹っ飛ばしはね前作と比べてまあ弱くなっちゃったんだけど、まあ、160ぐらいになると、撃墜すると、まあ、上に飛ぶんだ。真上に飛ぶからそう相手のねラインとか崖端とかで関係ないっていうのが使いやすいかな。なるほど。まあ、あとは軌道がこう斜め下なんでちょっと、ね、見てから避けづらいっていうのもあって、まあ、これは当てやすいかなっていう。まあ、5番目のフルーツメロンなんですけど遅い遅い遅いね。ダメージも 14%。 なんか5番目の割にそんなにねこれの次のフルーツはやばいんだけどまあまあまあメロンはだから使い道もまあ一緒だな。空前で、ね、置き攻めの展開、はいはい、あとは復帰阻止、はいはい、ちょっと遅い分ねちょっとどうしたらいいんだっていう混乱に陥りやすい。取ってね。はい、あメロンねでもね飛ばないんだよね。ね、意外と飛ばないね。それやったらそのさっきのさみかんの方が結構なんかリンゴとみかんって代用できるかなっていうのが俺の感想かな。だからメロンは使うね。ボスギャラクシアン、神のフルーツ、神のフルーツですこれ。フルーツなのかって感じやけどフルーツターゲットなんで、まあ何が強いかっていうとこうやってコンボがね勝手に一人でコンボしてくれるっていうのが強い。当たればまあフルーツはねこうやってアイテム化できることがあるんだけど、アイテム化することのメリットがガーキャンから投げれると。これ次は発生がねNB と違ってこれ NB にするんだけど NB 発生がねちょっと遅くて、はい、コンボにするのもなかなかちょっと違うかなっていうのもあって、アイテム化して投げるとこうやって素早く動けてこんな感じでね。はいはい、はい、そのまま投げるんじゃなくてアイテム化をしてギャラボスが投げる、まあ、フルーツは基本的に全部アイテム化できるんだけど、こんな感じでまあね特殊な手持ち方法もあってっていう。まあ、ギャラボスは1回転するからダッシュで取りやすいっていうのが強いかな。すぐアイテム化できる。まあ、一応ね低パーからもう高パーまでコンボがあってもこのパーセントだとこんな感じで、はいはいはい、高い。でこのパーセントになってくると何が起こるかというと俗に言う銀行式。そう銀行式。ギャルボスはいっぱいコンボが稼げるよっていう7つ目のフルーツなんですけど、ベルもうベルですこれ。まあ、何が起こるかっていうとまあ、一番まあ用途なギャルボスとベルが一番強い、ね、まあベルは相手のパーセントが高ければ高いほどしびれる時間が長いと。まあちょっと、はい、こんぐらいになるとまあスマッシュがね確定するぐらいにはしびれてくれるんで、こんな感じで、ね、何が起こるかというと、まあ、相手が撃墜パーセントになったなと思ったらおもむろにベルを投げまくるとまあ鍵よりこっちの方がおすすめかな。横スマッシュにつながるから。これ強いよね本当に。ベルをこうやって持ってるパックマン全キャラで一番強いんじゃないかって思う。そうだね。いやこれはプレイヤーの努力。なるほど。これはプレイヤーの努力。何もできない。T 君のねいろんな動画を見てるならねわかると思うけど、まあ、ベルで撃墜がものすごい多い。とりあえず上級パックマンはベルを当てるところから始まると。これ当てないとバーストできないからね。鍵がねちょっとね飛ばないせいでね。はいはいはい。鍵の使いどころは本当になんだろう。まあ純粋に最後なだけあって何でもできて強いんだけど、
まあ、吹っ飛ばしだけに関しては、まあ、ちょっと頼りにならないかなっていう。ダメージも 19% で速くて、あと、ちょっと駒投げてみて。一般的な飛び道具って、飛び道具が飛び道具と飛び道具で相殺しちゃうんだよね。サムスのチャージショットを駒に合わせると消えるじゃん。はい。鍵はそれがもう絶対に起きなくて、すべての飛び道具を相殺して当ててくれるっていうのが強い。一斉ので、ほらほら、はいはいはい。ああ、なるほど。絶対に判定が消えない。まあ、フルーツは大まかにそんな感じかな。まあ、一つ言いたいのが、まあね、よく聞かれるんだけど、なんで一回取るんですかっていう声あるんだけど、通常で投げたら、まあ、振りかぶるんだよね。 B ボタンで投げてるから。前付きと後付きがあって、まあ、使いづらいから一回アイテム化してアイテム投げにすると使いやすいよ。それだけです。フレームがまあだいぶなくなる。あと気をつけてほしいのが、一回アイテム投げしたフルーツは取れないよっていう。これもただね、ややこしいのがあってね、一回取った後に B ボタンを押すと NB 投げに戻って、それは取れるんだ。そう。へえ、それは取れるんだ。 B ボタンで投げるともう一回取れて無限になる。知らんかった。それ知らんかったわ。へえ。こんな感じのこともできる。おー。だからこの状態で投げて銀行式ができないのは取れないからですけど。はいはいはい。B で投げてんだ。これ知らない人いてね、こうアイテム投げしてんのにね、これ取ろうとしてくる上位勢とか結構いてね、笑っちゃうよね。うはは。コンボってある？ここしかないよ。ギャラボスうんぬんはさっき紹介したから、まあそれ以外で。まあ、パックマンね、アイテムに頼ってでしかコンボできないと思ったら大間違いで、スペシャルになって、肉体もスペシャルになってきました。ムキムキ。帰ってきた。ムキムキになって。じゃあまあ、まずいきますか。テーパーのコンボ。テーパーのコンボ。はい。これが確定と。はい。まあ、空舞が一つあって、まあ、そっからもね、実はあって、まあ、キャラゲンによるんだけど、これ空舞から上投げ、空中上が確定と。空舞からつかみからの上投げが確定するキャラがまあ多くて、これがもう強いよね。こっからできるから。上投げ空上ね。上投げ空上。じゃあ空舞上投げ空上。0% の状態は上投げ空上って厳密には確定じゃないんだよ。回避が間に合う。あれロボット弱えー。ロボット最弱。なんていうの、この上投げの吹っ飛びがこういうやられモーションになったら確定するっていう話。まあ 8% ぐらいから確定かな、まあ厳密に言えば。だから 0% の時は上投げ空 N が確定しますよっていう。ちょっとそこを気をつけてほしいかな。0% から上投げ空 N は厳密には確定じゃない。あとは空 N か。これからね。空 N からも、まあ、着地際の空 N からこうと。言ってしまうコンボってこんぐらいなんだよね。上投げと。ほとんどこれかな。空舞と上投げ空上。これがほとんどのコンボです。まあちょっとフルーツを使ったコンボとかもあるんだけど、リンゴがね、テーパーではちょっとリンゴが強くなって、これが確定してると一応。はあ、へえ。もう 40% ぐらい入るからちょっと強いね、これ。ちょっとでも難しそう。いや、簡単だよ、これ結構。あ、俺からしたらね。まあ、あとは大体もうこれでしょうね。なんかいい感じに飛ぶやな、当てたら。まあなんて言うんだろう、ちょっとね、最初難しいうちは適当に投げた後に空舞でね、こんな感じでやったら適当になるんで。それで 30% ぐらいかな。まあそうね。 30% ぐらい入る。まあ、うまいこといけば60とか。あとコンボかって言われるとちょっと怪しいけど、これもコンボと。まあやっぱりしびれるね。コンボといえばそんぐらいかな。了解です。なるほど。パックマン逆に対策方法教えこれはですね、ていただければと思います。はい。反射。そう。この飛び道具キャラすべてがね、飛び道具と言っても過言ではない。反射に弱い。そうね。だから分かりやすいのがファルコかな。あいつに下 B 連打されてるだけでちょっとね、きついっす。この頼りがちなベルも反射技なんでね、返されて、まあひどい目に遭うと。鍵なんかもね、
そうだね。読まれやすい。うまあ、対策としてはまあ反射持ちキャラを使うとだいぶ戦いやすくなるのかなっていう感じですん。。反射持ち逆に持ってないキャラは持ってないキャラはどう攻めたらいいとか。まあこう引き行動かな。米さんもやってるように引き行動が強くて、意外とパックマン追いかける性能がねないんで、逃げる性能はあるんだけど、あーへー、まあ、リーチがね、技のリーチがない、あと機動力も持ってないせいで、確かに。そう逃げられたらきついから引き行動が強いかなっていう。引かれた時にもう冷静に。ちょっと冷静に、あ、ちょっとやべやべっつって自分の家を作ってお家を建設してまあポイポイすると。はい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 。なるほどね。うんうんだから飛び道じゃ、反射持ちに待たれたらちょっと厳しいから。あと意外とね弾幕に弱いっていう。はい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 。消火栓が相手も飛ばせるっていう性質上、ちょっとねパックマン側の操作がミスったらねちょっとひどい目になると。はいはいはい。で弾幕を巻かれるとちょっと厄介だなっていう、そんな感じです。復帰力の高さを見せてほしいとのカンペが。なるほどなるほど。いや。あビあービビビビビビビ。そうなんか無限に復帰できる確かにイメージがあるジから。ャン空中ジャンプを使ったとしても、なんだこれは、あなんだこれ余裕じゃないか。余裕ですね。復帰できる回数というか技が多いよね。ここからでもトランポリンは3段あるんでね。あれあゲームセットになっちゃったよ。ではですね、米さんの、パックマンと私のゼロスーツサムスで戦ってみようかなとうっす。思います。レベルがうちのシアちゃんは手加減してくれないで有名なんで。いやいやいや。いや、あの T 様から指導を受けて負けるなんてそんなことがあり許されえなるわけがない。い。許されるわけがないい。やーまあそうですよね。まあ解説ここまで聞いてますからそう勝って当然といでもうことだってね反射ないし投げ放題。確かに反射もない。そうそうそう。いやー負けちゃうなこれ。米カラーは赤か。これ赤なの。赤だよそれ。なんか袖がさあまずは鍵まで貯めようか。おおお上投げだ。上だけだ下投げはめったに見ないぞ。おらほらほらお確かに空前がくまえ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 。おい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 。ちょっとフルーツ食べるの忘れてる。おうよしまいわ。お神コンボきた。おいおいもう横スマチャンス。横強が強い。そうちょっとフルーツ食べようか。ああーああすごい消火栓がねやっぱ邪魔ですね。そう邪魔。なるほどね。破壊するのがちょっちょっとベルにしましょう。オッケー。とよし消火栓をとりあえずこれ当てたらしましょうか勝ちなんでえいえいあおお斬新な斬新すぎて斬新なタッグが見えたの今。もう一回もう一回。もう一回当てればいいんでね。横スマで多分どこでも死ぬと思う。もマジで。えいや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 。えいや。うえい相手が怖い。強い強い強い。なんで使いやすいんだ。そう使いやすいねやっぱり。使いやすいのいいわ。よいしょ。シルクよりは断然使いやすい部類だよね絶対。えいえいよしよしよし。えいえいよしうまいうまい。えい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 。おおもう足が強いゲーミング。やっぱ強いね。強くね。マジで強いなこれ。ただ当にって引き行動がね行動。そう基本的に強いんだけどっていう。よいしょ。ヤンキーウェビーかもしまったね。多分これシアさんも攻めてきてくれるからなるほど。噛み合ってるね。マジレスはされると辛いってこそうそう米さんのシルクのようにね、と。ちょっと恨みを感じる。恨みがある徹底しやがって。えいや。投げられた。およしよしよし。おもうベルチャンス。オッケー。つかみからは特に何か入るわけではない。テーパーテーパーで上投げコンボがあるけどもうこのパーセントでは下投げか後ろ投げかな。おおれおーやっぱねベルがめんどくさいね。そうベルね
大会の緊張した場面で異常な強さを誇るんだよフリー対戦とかだとねちょっとね負けてもさ何もないじゃん。だからねちょっとねそういう強さがねいまいちなんだけど、大会で異常な強さを誇る精神的ダメージにね。消化戦かな。確かにでも DA 本当に好きないね。うん。全然取れないわ。ただね DA も邪推がされるっていうリスクがあって、はいはいはい。ちゃんとすると本当に後スキルしかない技になる。なるほどね。まあ、そんなことしてくる人まだいないんだけどね。わあ。全然離れてる。よいしょ。ケロップス。いいよ。よいしょ。飛ぶね。これさ多分上スマじゃなくて横スマでいいよ。なるほど。よいいよ。上スマ振ろうって思ったのに全部横スマでいいよ。いいよ。ヤンキーおるんやけど。いやー。いや咎められてないうちは無料。いい技だよ。そうだね。確かに。でも確かにね、怖いもん。横スマ当たったら死ぬしって思っちゃう。あー、めくらんのかい。いいね。いいよ。強いわ。いや、これは強い。これは適強いわ。当すぎる。適当すぎる上スマってしまった。いやただね俺なんかとやるとね全部半角取ってくるからね。マジで。いや、なるほどね。いや、なんか、初めてパックマンちゃんと使ったけど、空前が強い。はい。ありがとうござありがとうごいました。ざいました。はいでは、今回の動画はこれで以上うっすとなります。はい。では、ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また、コメントもお待ちしております。はい。では、ありがとうございました。おつで皆さん、す。おつですはい、おつです。まあ、皆さんね、健康大事に気をつけて、はい、私たちも気をつけます。はい。ではですね、皆さんお元気で、バイバイ。バイバイ。